バレンタインの日だ。でもね、何もなかったな。ケンジはゆっくり目を開けました。外はとても寒いです。冬の朝の冷たい空気を感じています。まだベッドの中にいたいです。壁にカレンダーがあります。2月14日のところに赤い丸があります。今日はバレンタインデーです。ケンジはカレンダーを静かに見ています。ケンジは学校の準備をしています。教科書をカバンにゆっくり入れています。特別なことは何も起きないと思っています。でも少しだけ緊張しています。ケンジは鏡の前に立ちました。自分の顔を見て、今日はきっと普通の一日だ、と言いました。チョコレートの贈り物は待っていません。少し恥ずかしい気持ちになりました。今日はきっと普通の一日だ。ケンジは学校へ行く道を歩いています。ヘッドホンで音楽を聴きながら歩いています。冷たい風が吹いていますが、音楽が心を温めてくれます。道に小さくてかわいい店があります。店はとても混んでいます。甘いチョコレートのいい匂いがしています。ケンジはその店を外から見ています。店の中に女の子たちがいます。恥ずかしい顔をしながらチョコレートを買っています。誰に渡すのでしょうか。みんなとても楽しそうです。外はとても風が強いです。ケンジは上着をきつく締めました。佐藤くんのような人気者はいいな、と考えました。自分には関係ないことだと思いました。学校に着きました。靴箱の前に立っています。ここにはたくさんの小さな扉があります。みんなの緊張が伝わってくるようです。ケンジは自分の靴箱をゆっくり開けました。中はとても静かです。何もありません。やっぱり何もなかったバレンタインの朝でした。教室の中はとても賑やかです。みんな大きい声で話したり笑ったりしています。今日はバレンタインデーですから、みんな朝から嬉しそうです。教室の真ん中に佐藤くんがいます。佐藤くんはいつも明るくてクラスで一番人気があります。彼の周りには今日もたくさんの人が集まっています。クラスの女の子たちが佐藤くんにチョコレートをあげています。これ食べてください、と恥ずかしそうに言っています。佐藤くんはありがとう、と笑顔で答えました。友達も佐藤くんをたくさん褒めています。佐藤はやっぱりすごいな、と一人の男の子が言いました。佐藤くんは少し恥ずかしそうに笑っています。ケンジは自分の席に座っています。それは窓の近くのとても静かな席です。みんなの楽しそうな声が遠くから聞こえるような気がします。ケンジはカバンからノートを取り出しました。そして鉛筆でゆっくり絵を描き始めました。絵を描いているとき、ケンジはとてもリラックスできます。ノートの中には小さくてかわいい猫がいます。その猫は丸くなって気持ちよさそうに寝ています。ケンジはこの猫の絵が大好きです。クラスの人がケンジの横を通り過ぎます。でも誰もケンジに話しかけません。みんな自分のことで忙しいようです。ケンジは少しだけ寂しくなりました。でもまたノートに集中しました。猫の周りに暖かいお日様の光の絵を描きました。
教室はにぎやかだし、みんな忙しいし、ケンジは少し疲れました。もっと静かな場所へ行きたいと思いました。ケンジはノートを持ってゆっくり立ち上がりました。ケンジは放課後、図書館に行きました。図書館の中はとても静かです。外はまだ寒いですが、ここは暖かいです。彼は一人で本を読みたいと思いました。ケンジは奥の席へ行きました。そこに花さんが座っていました。彼女は一生懸命に本を読んでいます。ケンジは少し驚きましたが、隣の席に座りました。花さんはケンジに気づいてニコッと笑いました。こんにちは、ケンジくん。と彼女は小さく言いました。ケンジもこんにちはと答えました。二人は静かに自分の時間を過ごしました。ケンジは自分のノートを出しました。ノートには絵が描いてあります。彼は絵を描くことが大好きです。でも誰にも見せたことがありません。花さんはケンジのノートをそっと見ました。ケンジは少し恥ずかしくなりました。花さんの目はキラキラしています。彼女はケンジの絵にとても興味があるようです。ケンジ君の絵はとても上手ですね。と花さんは言いました。こんなに素敵な絵を見たことがありますか？本当に素晴らしいです。ケンジはとても嬉しくなりました。二人は絵や本について話し始めました。花さんも美術が好きだと言いました。ケンジは自分の好きな画家について教えました。図書館の時間はあっという間に過ぎました。ケンジは棚にある美術の本を見つけました。その本はとても重くて高いところにありました。彼はその本を読んでみたいと思いました。でも少し手が届きません。花さんが手伝ってくれました。取ってあげますよ。と彼女は言いました。ケンジは花さんに本を取ってもらいました。彼はありがとうと言って本を借りました。外に出ると空はきれいなオレンジ色でした。もう夕方です。太陽がゆっくり沈んでいきます。二人は一緒に帰り道を歩き始めました。影が長く伸びています。冷たい風も今はあまり寒くありません。二人は今日のことを楽しく話しながら歩きました。何もなかったはずのバレンタインが特別な日になりました。空の色が変わりました。紫色とオレンジ色できれいです。もうすぐ夜になるので少し暗いです。二人は公園の中を歩いています。公園には誰もいません。とても静かすぎるので自分の足音が聞こえます。また冷たい風が吹きました。花さんは少し寒そうです。彼女はコートの襟を立てました。二人は自動販売機の前に止まりました。自動販売機の光はとても明るいです。いろいろな飲み物があります。花さんはボタンを2つ押しました。温かいココアを2つ買いました。ガタンという音が2つしました。花さんはケンジ君に缶を1つ渡しました。これどうぞ、と彼女は言いました。ケンジ君は少しびっくりしました。
花さんは楽しそうに笑いました。これはバレンタインのチョコではありません。ただの熱い飲み物です。彼女はケンジ君を見て言いました。ケンジ君は缶を両手で持ちました。この缶はとても温かいです。外は寒すぎるので、とても気持ちがいいです。二人は公園のベンチに座りました。ゆっくりココアを飲みました。ココアは甘くて、とても美味しいです。ケンジ君は心の中で思いました。今日はチョコがありませんでした。でも私はとても幸せです。ケンジ君は家に着きました。部屋の中はとても暖かいです。外は寒かったですが、家の中はいい気持ちです。花さんにもらった本を机の上に置きました。その本を見て、ケンジ君は少し笑いました。ケンジ君は窓の外を見ました。夜の空には星がたくさん見えます。とてもきれいです。ケンジ君は新しい鉛筆と紙を出しました。絵を描く準備をしました。いつもは猫の絵を描きます。でも今日は猫を描かないことにしました。公園のベンチに座っている2人の人の絵を描き始めました。2人は温かい飲み物を飲んでいます。オレンジ色のペンを使いました。絵の中の光はとても温かい色になりました。ケンジ君は日記を書きました。今年のバレンタインは何も大きなことはありませんでした。でもこれから毎日花さんと話すようになります。花さんと友達になれてよかったです。ケンジ君は笑ってベッドに入りました。すぐに幸せな気持ちで寝ました。2月15日、新しい朝が来ました。窓から明るい光が入ってきました。